こんにちは、音沢です。今回はポップ音楽理論第1章最後の回として現代ポピュラーミュージックを支配しているメジャースケールについて話します。前回は2対3の周波数比を使って12種類の音を導き出しました。メジャースケールの特徴を捉える上で必要な概念を知るために、まずはこの12種類の音を詳しく見てみましょう。まず音の名前ですが、12音すべてに名前がついているわけではなく、7音だけに音の名前が付けられています。それがドレミの歌でもおなじみのドレミファソラシドです。英語では CDEFGABC です。スケールやコードで英語のアルファベットを使うので、ぜひ覚えてください。今回の動画ではカタカナと英語のアルファベットどちらも表記するので、分かりやすい方だけ見てください。440Hz がラとされていることを踏まえると、全体像はこんな感じになります。ドレミファソラシドと音の名前はループしています。ループしている理由は第2回で話しました。2の X 乗倍の周波数は同じ音の高いまたは低いバージョンに聞こえるからです。名前がない音はシャープやフラットをつけて表します。詳しくは後で話します。導き出した12種類の音を並べた時の隣同士の間隔の広さ、距離を半音と言います。すべての間隔が半音です。半音というので特定の音の名前のように聞こえますが、2つの音の距離を表す言葉です。そしてこの12音の音階は隣同士の間隔が半音だけでできた音階なので半音階と言います。そして半音に対して一個飛ばしの間隔を全音と言います。隣同士の間隔が全音だけでできた音階を全音音階と言います。言葉の範囲を確認しておくと、音を低い方からただ並べたものを音階と言い、その中の音階の一種が半音階とか全音音階です。〇〇音階という場合、それは特定の音の並びというより間隔のバリエーションに名前をつけて区別しています。例えば隣同士の間隔が全音全音半音、全音全音全音半音だったら超音階といい、このような響きになります。このような間隔で並んでいたらこのような響きになります。こんな感じで間隔のバリエーションによって響きが変わります。音階は特定の雰囲気を作り出すための便利なセットみたいなものです。でも半音と全音の順番を一個一個覚えるのはかなり効率が悪いです。頭の中を整理しながら覚えるには基準となる音階を一つ決めて、そこに情報を収納していった方が良さそうです。ということで、その基準とされている音階が超音階です。超音階は英語で言うとメジャースケールです。ここからはメジャースケールと呼びます。メジャーは主要ななどの意味です。マジョリティという派生語をイメージすると分かりやすいです。メジャースケールの間隔は全前半、全前前半です。この間隔だけは呪文のように唱えて覚えてください。最初の音をドにして全前半、全前前半の間隔にすれば C メジャースケール。最初の音がレなら D メジャースケールになります。このメジャースケールを基準とすることで他のスケールや音程、コードを整理して覚えられます。でもそれらは後の回でやります。もっと身近な例としては音の名前やピアノの配列、楽譜の書き方などは C メジャースケールが基準になっています。まず音の名前についてです。音の名前は7つしかないと話しましたが、図を見るとわかるようにミとファ、シとドの間だけ間隔が狭い半音です。その理由は C メジャースケールを基準に音の名前が付けられているからです。ドレミファソラシドの間隔は全前半、全前前半になっています。しつこいですが、ミとファ、シとドだけ半音だということを覚えておいてください。名前がついてない音は半音上ならシャープ、半音下ならフラットをつけて表します。灰色で示した音はドの半音上なのでドシャープです。そしてレの半音下なのでレフラットでもあります。同じ音ですが2通りの名前があります。
この音はソシャープでもあり、ラフラットでもあります。他の音も表すとこのようになります。ドシャープとレフラットみたいに名前は違うけど同じ高さの音を異名同音と言います。では、ミシャープはどの音でしょうか。ミシャープはこの音です。ミの半音上にファがあるので、ミシャープとファは異名同音です。同じ要領で、ファフラットはミ、ドフラットはシ、シシャープはドと異名同音です。つまり、ファフラットとミシャープだとミシャープの方が高い音ということになります。ほとんど同時に演奏されませんが、直感と反するので注意しましょう。でも、このような異名同音って必要でしょうか。異名同音が必要な場面について考えてみます。これはドから始まる C メジャースケールです。ファシャープから始まるメジャースケールを考えてみましょう。ファシャープはどの音かというと、ファの半音上なのでこの音です。この音を最初の音として、前々半、前々前半になるように配置していきます。そのまま平行移動させればいいだけです。F シャープメジャースケールはこのような配置になります。次に名前がどうなるか見てみます。F シャープメジャースケールなので、最初の音はファシャープなのは先ほど見た通りです。ファシャープからファシャープまでの音の名前が知りたいです。例えば2番目のこの音自体は、ソシャープとラフラットの2通りの呼び方がありますが、F シャープメジャースケールではソシャープ一択になります。理由は単純で、シャープとフラットが両方出てくると、ファシャープ、ラフラット、ラシャープ、シ、ドシャープ、ミフラット、ファシャープみたいに紛らわしい呼び方になってしまうからです。なのでまず、シャープとかフラットとかを考えないで、とりあえず音の名前の順番通りになるように名前を置いてみます。ファシャープが最初なので、ファソラシドレミファです。そしてシャープがどの音につくか考えます。2番目の音はソと置きました。この音はソの半音上なので、ソシャープということがわかります。3番目はラの半音上なのでラシャープ。4番目はそのままシです。5番目はドの半音上なのでドシャープ。6番目はレの半音上なのでレシャープ。そして7番目です。ミと置かれています。なのでこの音はファではなくミの半音上のミシャープです。ミシャープとわざわざ呼ぶ場合はこのような場合です。仮にこの7番目の音をファとしてしまうと、ファシャープ、ソシャープ、ラシャープシ、ドシャープ、レシャープ、ファシャープになってしまい紛らわしいからです。ということで F シャープメジャースケールはファシャープ、ソシャープ、ラシャープシ、ドシャープ、レシャープ、ミシャープ、ファシャープです。6音にシャープがつきます。C メジャースケールはシャープとかフラットをつけないで表せるのに、F シャープメジャースケールはシャープがこんなにつきます。音の名前が C メジャースケール基準である弊害とも言えるかもしれません。次にピアノを見てみましょう。ピアノは C メジャースケールが弾きやすいような配置になっています。白い鍵盤がそのままドレミファソラシドになっています。右に行くほど高い音です。ミとファ、シとドの間に黒い鍵盤がないのも間隔が半音だからです。次にシャープフラットがつく音を見てみましょう。ドシャープとレフラットはここです。ミシャープはミの半音上なのでここです。ドフラットはドの半音下なのでここです。次にさっき名前がどうなるか見た F シャープメジャースケールはどのような配置になっているのかというと、このような配置になっています。ピアノで試しに弾いてみるとわかるのですが弾きづらいです。これも C メジャースケールを弾きやすくしたためです。C メジャースケールが基準になっている例の最後は楽譜の書き方です。このチャンネルでは楽譜はビジュアル的に良さそうな場合しか使わないので読めなくても大丈夫です。楽譜でドレミファソラシドと表してみました。まず左端の記号は等音記号と言います。ソはこの線ですというのを教えてくれます。この楕円形、見た目通り玉という名前なのですが、この玉の配置の仕方は線の上に置くか間に置くかの2パターンです。この音のように5本の線から飛び出る音は線を足します。そのまま玉を置くだけでドレミファソラシドになるということは、ミとファ、シとドだけ半音ということです。メジャースケールを書き表すことに特化しているため均等じゃないということに注意してください。では次にシャープフラットがつく音の表し方について見ていきます。楽譜では異名同音を書き分けます。ドシャープは楽譜上このように表します。名前と同じでドにシャープをつけます。レフラットは楽譜上このように表します。この2つの玉は異名同音ですが楽譜ではこのように書き分けます。次にミシャープを見てみます。ミシャープはミの半音上なのでこのように表します。
ミシャープとファはイメート音です。ファフラットはこのように表します。ミとファフラットはイメート音です。ファフラットよりミシャープが高い音です。名前と同じく直感とずれるので注意しましょう。では F シャープメジャースケールを楽譜で表してみましょう。最初の音はファシャープです。まずファソラシドレミファと置いてから前前半前前前半になるようにシャープをつけていきます。これが F シャープメジャースケールです。シャープがたくさんつきます。でも楽譜はメジャースケールを表すのに特化しているので、この曲は F シャープメジャースケールが使われていますという時は普通このように表します。左側に常につくシャープやフラットを書きます。このシャープの個数で F シャープメジャースケールが使われている曲だということがすぐわかります。例えばファには常にシャープがつくから左端にシャープと書いてしまうわけです。常にシャープフラットがつく音、つまり登場回数の多いいつものメンバーは玉のみで表し、一時的に半音上下に変化させた音だけにシャープフラットがつくため、その区別がしやすくなります。詳しくは第3章流れ編で取り扱います。C メジャースケールならこう、F メジャースケールならこう表されます。まとめです。12種類の音を低い順に並べた時の隣同士の間隔を半音、一個飛ばしの間隔を全音と言います。音階は間隔のバリエーションによって名前が付けられています。その中で現代のポピュラーミュージックなどで基礎となっている音階は間隔が前前半、前前前半のメジャースケールです。メジャースケールの中でも C メジャースケールは音の名前やピアノの配置、楽譜などの基準になっています。7個の音にしか名前がついていないことから、名前のない音はシャープやフラットで表します。それによって名前は違うのに同じ高さの音であるイメード音が発生します。音という現象から音が与える間隔、特に1対2、2対3の周波数比が与える間隔から12種類の音を導き出し、メジャースケールまで至りました。第1章、音から音楽へは以上です。次回から第2章、響き編に入ります。メロディーやコードの響きの本質である音程を攻略し、スケール、コードの種類について話します。ご質問やご意見はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。